それでは研ぎ出しですね。中取り中取りを1500番でやってきます。この上からまたクリア塗るからね、1500番でいいのかなと思います。中取りは水使うのでこいつ外した方がいいですね。で一応別パーツのボンネットとこの後ろのパーツは一回ばらして、どうしても段差多少あると思うんですよ。だから段差のところでね、どんどんとクリアが取れていってしまって薄くなっちゃうのを防ぐためですね。考え方によってはきっちりやってればね、中研ぎをちょっと始めたんですけど、これです。ボンネットを外した途端これです。多分ね、この状態で塗っちゃったからだよ。もうちょい後ろに下げて塗るべきでしたね。もしくはカウル付きのバイク塗る時みたいにフレーム作ってこう浮かせて塗った方が良かったね。要は塗料がここに膜を作っちゃって、こことここで橋渡しブリッジになってたと。それ今パカッと外したから塗料が剥がれてきたということですね。ここだけちょっとタッチアップします。どうしようかな、筆でやっちゃうか。じゃあとりあえず筆でちょっとやってみます。もしダメだったらこの近辺削ってね、エアブラシで拭きますけど、エアブラシでこれやっちゃうと色の差が出そうなね気がするんですよ、広い範囲で。どうせ色の違いが出るならできるだけちっちゃい範囲がいいなと思いまして、で筆塗りっていうのはエアブラシに比べて非常に塗膜が厚くなりますから、その研ぎ出しで厚くなった部分は落としていけばいいと思いますから。じゃあ改めてあれですね今タッチアップしたところ以外触っても大丈夫なんですけど、一応今塗料塗ったばかりなんで、ここは下ペーパーかければいいでしょう。1500番を使って、中取りですねやってきます。いつもより楽なのはやっぱりこのウィンドウモールがない、これは非常にありがたいです。
どうしてもウィンドモールの取り合いの部分ね、谷になってるところ、 L 字に曲がってるところ、あそこがどうにもこうにも、薄肌が残っちゃうんですよね、塗料の粒々が。非常にこの形は研ぎ出しがやりやすいと思います。だからマスキングの手間っていうよりもこの研ぎ出しのための気がするな。これを選択したっていうのはタミヤさんが。もうね、こういう塗料の粒が飛んだところ、クレーターになってるところ、これはもうこの段階できれいにしとかないといけない。であとはこういうモヤモヤモヤっていう模様、これがなくなるように削っていきます。ただ厚塗りで3回だっけ4回だっけ乗せてるんで、そこそこクリアの層はあると思うんです。結局このクレーターの丸だけ磨くって不可能じゃないですか。周りもいくらかは削れていっちゃうんで、そういうところでね下地が出てきちゃいますから、削りすぎないように。あと研ぎ出しの注意点としては、やっぱりこの中取りも後からやる研ぎ出しも同じですけど、エッジはね手をつけないように。エッジってのはこの角の部分ですね。角の部分は塗料が両側にこうスッと流れちゃってるんで、極端に塗膜が薄いんですよ。そこやすり当てちゃうとすぐに下地が出てきちゃいますから、気をつけてやってても出ちゃうことってありますね。一番出るのがね、多分フェンダー、この車はオーバーフェンダーつくんで隠れちゃいますけど、この車もフェンダーがリップがこう立ち上がってるやつだから、この頃の車っていうのはちょっと研ぎ出しはしにくいかもしれないですね。リップってこの立ち上がってるとこね、こういうとこをこうやって丸めて、この内側っていうかこの谷になってるところを磨いてほしくないです。こっち側やっちゃうとすぐに下のサフェーサーがこんにちはって出てきちゃいますから、こういうとこね要所要所徐々にこう煮詰めていく。これぐらいになったらもうポイントで磨いてやると。特にこの後クリアのせるから、今1500番でつけてる研ぎ傷っていうのはそのクリアで埋まりますから、なのでこんなに磨かなくてもいいかもしれない。前のエアレディ Z
300ZX、あれどういうふうにやったろう。どれぐらい中飛びをやったかな、ちょっと覚えてない。その前のマスタング GT4 はクリアを乗せてなかったんで、そんなに研いではいないんですよ、中飛びで。結構これぐらいで次のクリアを来ましたからね。エッジのお話をしたんで、じゃあ入り積み谷、割と僕苦手なのこういうとこですよね。クォーターピラーのオーバーフェンダーの上とか、こういう谷はちょっと今の紙ペーパーっていう耐水ペーパーあんまり良くない。こう丸めて当ててやると。ですぐ隣にエッジがあるんでね、そのエッジに向かってギュッとならないように、リスクを避けるんであれば、ここはそんなに多分ね柚子は出てないと思うんですよ。だから軽く白くする程度でいいと思います。でこうやって見るとね、エッジの部分なんかツブツブしてないって感じるんだけども、この段階ではもうそこは追っかけない。やるなら最後の研ぎ出しで軽くさっと磨く程度ですかね。この辺はみんなこう丸めたペーパーでペーパーを当ててた方がいいと思います。こういう感じで少しずつゴシゴシはやらない。さっきウィンドモールがないから楽ですよって言ったんですけれども、ウィンドモールがない代わりにここに L があるんですよ、ウエストラインに。だからここの谷の部分ですよね、この部分、これが難しいと思います。でこの谷の立ち上がってる方、これはちょっと無理じゃないかな。ただそんなざらつきは乗ってないと思いますけどね、細いから、幅が狭いから両方に塗料が流れちゃって、ただこの谷の部分っていうのは塗料が一番厚くなりますから、まあこう細く曲げてこう当ててやるとかね。ここまでやってもなかなかブツブツが取れないのがこの入り積みです。これ今やったけども、コマ何ミリ削れてないし、どうしてもこう丸くなっちゃうんで、なのであまり爪を当てるのも考えものなんですけどね。
どうしても爪の先端のところが削れていっちゃうから、こんな感じですかね。という塩梅です。これ一周というか全部中研ぎ終わらせちゃいますね。あとはまあこういうアールのとこですね。谷だろうが山だろうが、このスポンジヤスリを使うのもありです。まあ、平面のところもスポンジヤスリ使ってもいいんですけどね、別に。なんかね、耐水ペーパーの方が平面に関しては綺麗にあるような気がするんですよ。まあ綺麗になるのが早い。ということですね。スポンジヤスリもこういう細いところはまあこんな感じで斜めにっていうかですね、エッジの部分、スポンジヤスリのエッジの部分をうまく使って両側のエッジにあんまり当てないように描いてやる。でまずエッジの部分からですね、エッジの部分を細拭きでどれだけニードルを押し引きすればどれだけ出るかっていうのも練習も兼ねるんで、下からね今塗ってみました。で研ぎ出しの時にやられそうなエッジの部分ですね、そこを先にここにもエッジありますよね。こんな感じで。で、ここ。で、ここ。前に行って前からやっていきますね。薄く今塗ってますよね。で失敗したやつ、ボンネットと、一応こちらのフロントウィンドウ前のパネル、こんな感じで浮かしました。こうやっとけばこの間みたいなミスは起きないです。最初からこうやっとけよって感じだったんで。ライトとか別パーツじゃないですか。リアゲートもここがいやらしいんですよ。
ぱり多少段差があるんで、今一通りエッジの部分いったんで、本ぶきというか大きく広い範囲でね塗っていきます。クリアが乗ってるので、この前はクリアが乗ってるんで、特に砂ぶちはしなくていいです。クリアの上にクリアを塗るだけですから。今ちょっと圧低めにしてます。低めって言ったらボタンを寝て押してないだけですけどね。ちょっと遠慮がちな塗り方。でこれで一旦ちょっと置いて、すぐ乾きますから、シンナーの量が多いんで、じゃあポチッと乾いたんで、次ですね。やっぱ出てるな。ちょっとここルーフの前回クリア塗った時に見えるかな。ブツッとぷくっと飛んだとこがあるんですよ。でそこクレーターになっちゃってるんで、中研ぎでもちょっと落としきれなかったのかな。ちょっと厚めに塗っておきましょう。ここは今スーッと乾いてくるんですよ。スーッと。エッジと同じ倍ぐらい塗ればいいと思うんですよ。一回少ないか。やっぱこのパネルがね、磨きにくいわ。ちょっとこうやって見ると他とタッチが違うので、磨きにくいパスがちょっとここもクリア集める方がいいのかな。このパネルが一応これパネルを浮かしたらこういうことですよ。ウィンドウ前のパネルはテープですね。でボンネット自体はあれです。ひっつき虫で見えるかな。浮かしてあります。じゃあ今広い範囲で塗ったんで、細吹きでエッジのところを横は縦横やらなくてもいいかな。口径が大きいんで。ただしちゃいますからね。
徐々に今さっき1回目よりも塗料乗っける量を多めになるように塗りました。若干近づけてちょっとゆっくりめに動かすような、ちょっと時間をかけます。全体塗るときはどうしてもノズル引いちゃうんで口径がでかくなりますからププって飛ぶんでね、それを気をつけなきゃいけないんですね。あとできれば今塗ったみたいにこっち面塗ってこっち面塗るときにこの方向からエアをかけると、でこっちにエアがかからないようにミストが、でこっち塗るときはやっぱりこういう感じですね。なるべく1回前に塗り終わったところに、もやっていうか、なんていうの、吹き漏れか、吹き溜まり、ミストがかからないように、どうしてもそのミストがかかっちゃうとそこの部分がツヤがなくなっちゃうので、薄めクリアを薄めのクリアを8回塗りました。でこれでクリア塗装は終了ですね。でこのクリアが乾かないことには取り出しができないので、2週、気温高いから2週間ぐらいでいいのかな、置いときます。で今回はこの辺りまでですね。次回はエンジン周りとか、多分エンジンからかな、作っていこうと思います。そっちの塗装からだね。塗装何もやってないもんね、あっち。塗装前に組みたいやつを組んでそこで止まってますから、そっちの塗装からやっていきたいと思います。それではまた。ちょっと真ん中置いてエンディングにすりゃいいんですね。それではまた。